もみじの秋の飾りの作り方を紹介していきます。それでは早速紹介していきます。まずはもみじを作っていきます。今回は4色の折り紙を使用します。まず最初にこの1枚の折り紙を4等分に切ります。4分の1サイズの折り紙があればその折り紙を使用してください。はい、4分の1に切りました。他の折り紙も同じように切ります。他の折り紙も同様に4分の1に切りました。で、ここから、もみじを作っていくのですが、色紙だと分かりづらいので、ちょっと大きな白い紙で、ご説明していきます。実際に作る場合は色紙を使ってください。では、もみじを作っていきます。まず折り紙を縦半分に折ります。折ったらさらにこれを半分に折ります。折ったら開きまして、中心を基準に片方ですね、端っこを上に持っていきます。こんな感じですね。そしたら反対側も同様に下を中心に上に持っていきます。そしたらこれを開きまして、折れ目がですね、1、2、3、3つついてます。で、一旦これを反転させます。自分側にですね、折れ目がないような状態になってますね。口が開いているような状態になります。ここから分かりにくいので、この3本の線のところに、ペンで色をつけます。はい、色をつけました。次に、右の線と真ん中の線が重なるようで重ならないぐらいの感じですね。で、折ります。こんな感じです。こう、線と線の間に折れ目がつくような感じになります。で、次にはですね、この真ん中と左側の線の間に折れ目をつけます。これも真ん中の方から折りまして、で、左の線、重ならない程度で折ります。このようにずらして折っていきます。そして最後の部分ですね。こちらも同様にこの左側の線と端っこ。これが重ならない程度にちょっとずらして折ります。はい、このような折り方になります。そしたらハサミを入れるルートなのですが、根元あたりから少し弧を描くようにして折れ目の先端にかけて、切っていきます。そしてもう片方こちらの方にもハサミを入れます。あとはこの線に沿って切っていきます。でこちらの方をですね、切りましたら、ゆっくりと開いていきます。そうするとこのような感じで、もみじの形になります。でこれが普通の折り紙サイズで作ったんですが、4分の1サイズだとこのぐらいの、サイズになります。で今回はですね、その4分の1サイズのやつを16枚、使用して作りました。では次に台の方を作っていきます。次はこの台の紙ですね。これを作っていきます。今回動画ではこの水色の紙を使用します。まずこの紙を半分に折りまして、半分に折ったらさらにまた半分に折ります。半分に折ったらさらにまた半分に折ります。はい、折りましたら、1センチおきに印をつけていきます。はい、印をつけました。つけたらハサミで切っていきます。まず最初に1箇所ハサミを入れまして、だいたい奥5ミリか8ミリぐらい残して、終わります。そしたら横はそのままで2センチ横のところにまた同様に切り込みを入れます。入れたらまた2センチ2センチ横のところにハサミを入れて、でさらにまた開けてという感じで切っていきます。はい、切れ込み入れました。そしたらこれを反対側にしまして、で同様に切れ込みを入れていきます。はい、切り込みを入れました。そしたらこれを開いていきます。
開いたらですね、これを横に引っ張ってみると、このように、クッション材のような蛇腹みたいな感じになってくれます。はい、ある程度伸ばしました。こんな感じでちょっと隙間が見えるぐらいがちょうどいいかなと思います。続きまして、別の紙を用意します。広告などでも大丈夫です。先ほどの紙と大体同じぐらいの大きさのものでお願いします。これをですね、端っこからくるくると丸めていきます。丸めたら端っこの部分はボンドで固定します。はい、1本の棒を作りました。棒を作ったら先ほどの紙ですね、こちらの裏側の方、この上の部分にですね、この棒をこのように接着します。テープで貼り付けても OK です。端っこのところにボンドをつけまして、で先ほどの棒をつけます。このようにして他の箇所にもだいたい3点4点ぐらい、貼り付けてください。上の方に棒を貼り付け終わりましたら、これを反転させまして、棒がついてる方を上としまして、でこの端っこの方ですねに茶色の折り紙を使って枝を作っていきます。最初は綺麗な直線になってるので、ここをあえてですねハサミで、うねうねと切って枝っぽくやっていきます。はい、うねうね切った後に一番最初の幹のちょっと太い方ですねを作るので、ここもうねうねしながらちょっと切っていきます。サイズはお好みなのですが、今回は1センチぐらいかなと、それぐらいの、ものを切ります。はい、切りました。ちょっとこれだと端っこに当て替えると結構長さがあるので、3分の1程度に切ってしまいます。できる時にまっすぐじゃなくてちょっと斜めにして、枝っぽさを出していこうと思います。こんな感じかなと。でこっちを使用します。この枝を、貼り付ける場所をまず決めまして、決めたらですね、ボンドで接着していきます。べったり塗らずに点でつけるような感じで大丈夫だと思います。でボンドを塗ったところを貼り付けていきます。先ほどの切った紙ですね、こちらについてはもったいないので、これを半分に切ってしまいます。そしてこれも同様に先ほどのやつですねにつながるように置いてみます。そしてこれもですねまた置いてみてどうかなという感じで、どんどん枝を伸ばしていきます。この枝については本当にお好みなので、お好きな長さ太さで、作っていただければと思います。枝を伸ばす時のボンドの付け方なのですが、一番最初に起点となるところにボンドをちょっとつけまして、で枝の部分をまず貼り付けます。今根元しかボンドが貼ってない状態なので、この枝の先の部分を見て、下の折り紙が出っ張ってる状態ですね。当たってる部分にボンドをつけて接着していきます。折り紙と下の紙が合わさってる部分ですね、そこにボンドを塗って貼り付けるというような感じでやるとやりやすいです。枝の方を貼り付けました。これぐらいの程度でいいかなと思います。一応もみじが主役なので。で続きましてもみじですね、これを貼り付けていきます。貼り付ける際はこう横から見ると分かるんですが、色がついてる方が出っ張っているとちょっとつけづらいので、これをちょっと押し込んであげて、このように裏側が出っ張るようにしてあげてください。出っ張らせたらこの出っ張ってる頂点の部分ですね、ここにボンドを塗りまして、もみじの軸の部分ですね、これが枝に来るような感じでそっと置いて貼り付けます。同じようにこの出っ張りの状態を、裏側がペコッとなるように変更したらボンドを塗って、でまた貼り付けます。枝が何もないところですね、こちらもですね、貼り付けてあげることによって、もみじがこう散って舞ってる感じが表現できるかなと思います。お好みのところにどんどん貼っつけてあげてください。はい、貼り付けました。貼り付けるとわかるんですが、ちょっと枝側の方の軸の部分ですね、これが上に向いてしまっているので、こういうものが気になる場合は
最初に貼り付けた枝だったり、この台座の隙間の方に入れてあげると、ピーンと立たないので、お好みでやっていただければと思います。あとは飾るために箱紐などを使いまして、広告などの紙を丸めた棒ですね。こちらに紐をかけまして、このようにしてですね、紐をかけられるようにして、で、壁などで飾っていただければと思います。はい、これで、もみじの飾りの完成です。もう本当にその台の紙とか枝、あとはもみじの色と枚数ですね。これも全部もう好みで、作っていただければと思います。もう本当にオリジナルのものを一つ作って、で、楽しんでいただければと思います。台座の色は水色よりもちょっと、肌色と言いますかね、の方がなんか秋っぽさがあっていいですね。自分はこっちの方が好きです。台座の紙は画用紙でやりましたが、お持ちの紙で何か作っていただければと思います。それでは今回ですね、もみじの飾りの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。